はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。さて、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。心から感謝しております。さて、早いもので今日は4月の10日からの1週間の流れを見ていきます。まず今週の流れなんですけれども、4月の11日火曜日に金星愛の星が双子座に入ります。双子座の皆様、モテ期到来です。すごく魅力が輝いている時なので、モテるし、アプローチなどももううまくいく確率がすごく高いと思うので、ぜひとも頑張ってみてください。そして4月の11日、同じ日なんですけれども、太陽とラッキー星座の木星がこう星の上で並ぶんですね。なので非常に4月の11日前後は皆様にとってラッキーな星回りとなっております。いろいろなことがうまくいきやすい、そういう日です。さて、今日3択なんですけれども、じゃあ左から一番左の方、ブルーのカードが1番、真ん中のホワイトゴールドの方が2番、一番右のピンクゴールドの方が3番になっております。はい、一番左のブルーの方、たくさんの幸せに囲まれている。はい、これが1番の方。そして真ん中、シャンパンゴールドの方、最高のタイミング。はい、これが2番の方。そして一番右のピンクゴールドの方、あなたは美しい。はい、これが3番の方になっております。今日はルノルマンカード、タロット、オラクル、オラクル、オラクル。はい、このカードを使って1週間の流れ、しっかりと深掘りしていきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方見ていきます。じゃあ行きましょう。まずファーストカード、庭が出ました。このね、ルノルマンカードも久しぶりです。はい、そしてクマ。はい、一番ラッキーカード、太陽。なんかね、この流れから見ても、今週ってすごくいい上司に出会うとか、いい出会いがあるとか、恋愛だけじゃなくて仕事面でもそうだし、あといいお客さんに出会えるとか、そういう感じがねありますね。はい、そしてここにあなたのカードです。はい、ヘビ。ネズミです。雲。怒り。はい、恋愛のカード、月が出ています。それでは残りのカードを出していきます。はい、それでは1番の方、お待たせしております。まずあなたのカードがここにあって、はい、あの人が真下にいます。あなたとあの人が非常に通じ合ってる状態だと思うんですね。すごくいいですよね。そしてあなたの横には太陽があって、そして一番右には月。
このあなたと同じ列に天体カード太陽と月が出てて、なんかすごいねみたいな感じです。そして今週の流れを123、最初の3枚とラスト4枚で見るんですけれども、ここにも太陽と、そしてここにも星があるんですよ。なので1番の方の今週の流れ、かなり、強運で運がね非常にいいですし、今まで頑張ってきたことが形になっていくとか、願いが叶っていくとか、深くなるって出てるので、あの人との関係が深まっていく人もいるかもしれないし、ここのね魚と花束のカードも一緒に出てるので、なんかね恋愛ですごくいい流れになっていく可能性が強いのかもしれません。でただあなたの横に蛇が出てるので、あなたにライバルがいるのか、あなたを嫉妬してるような人がいるのかっていう、そういうことはあるかもしれません。なぜならばあなたがねとてもキラキラと輝いているので、きっと一番のあなたのことを羨ましいと思っている人もいるのかもしれません。もしかしたらあなたには例えば、彼氏とか、例えば、ご主人とかがいて、あの人がいるっていう人もいるのかもしれませんね。なので、そういうことがいろいろな意味の複雑な関係っていうのが考えられる人もいるかもしれません。でもなんかすごくお二人のご縁、あなたとあの人のご縁は非常に強いよなと出ています。そして今週の恋愛の流れを見ていても、嬉しいチャンスというか、幸せな出来事があるよっていうふうに出てるし、もし新しい出会いを探している方、年上の人、年齢が離れている人かもしれないんですけれども、新しい出会いもありそうです。そして復縁に有利な水星逆行はもう少し先なんですけれども、連絡が欲しいと思っている人、返信が来たりとか、あの人から連絡が来るっていう可能性も十二分にあるかと思います。なんせね今週いろいろな出会い、仕事も恋愛もそうなんですけれども、すごくいろいろな出会いがあって、あなた自身が夢に向かって成長していくような、そういうものが出てるので、今週の流れ非常にいいよなと、そういうふうに出ています。そしてここにクロス、星が出てるので、ごめんなさい、月ですね。クロスと月が出てるので、一旦止まっていた恋愛、それが再び、発展する復縁の運というのも出ています。なのでそういう意味では、復活愛とか、それも非常に可能性があるかなと思います。で今気になったのがお友達のこと、が少し悩みが多くなってくるって出てるので、例えば友達にお金、金銭的なものとか、お金貸してとか言われてる人とかもねいるかもしれないし、友達のことが、プライベートの友達のことがややストレスになりがち、そういう風に今週は出ているような感じです。でもね、今週の流れ本当に一番のあなた、非常に素晴らしいです。じゃあ仕事のこと見ていきますね。お仕事がまずね、自分で仕事をしています、アルバイトパートの方から見ていきましょう。今までねちょっと辛かったですね。なかなか広がらないとか、お客さんが来てくれないとか、売り上げが上がらないっていう感じで、でもね頑張ってたと思うんです。なかなか形にならなかったかなっていう風なのがあるんですけれども、ようやくいいお客さんがついたりと失礼しました。いいお客さんがついたりとか、今まで
こう泊まっていたお客さんが再びまたこうなんか来てくれるようになるとか、そういう感じが出てるので、ご自分で仕事されてる方、アルバイトとかのねパートの方に関しては、ようやくこう流れが上向いていくような、そういうものが出ています。よかったです。そして次は会社員、サラリーマンの方を見ていくと、なんかこう会社の人間関係とか同じチームの人、そういう人たちに少しあなた自身がストレスを感じていたり、なんかねモヤモヤっとしたものが取れなかったっていうふうに出てるんですけれども、今週は非常にこう仕事運が強いって言えばいいのかな。こうきちんと契約が取れたりとか、正規で働き出したりとか、会社とのご縁もすごく強くなるし、こう会社内での、こう契約書の交換とかね、そういうのも出てるので、非常に仕事運の流れはいいです。そして社内恋愛をしている人とか、取引先の人に恋をしている人とか、もしかしたらいるかもしれないんですけれども、ロマンスのカードが出ているので、仕事なんだけれども恋愛の流れも非常にいいと。そしてあなた自身のこう女性らしさとか優しさとか思いやりとか感性とか、そういう仕事をする方は非常にいい作品ができたりとか、あとはあなたのこう優しさとか思いやりっていうのがこう社内で非常にこういいこうプラスのきっかけになりそうと、そういうふうに出ています。そして今週の金運なんですけれども、今まではですね、こう欲しいものがあって少し大きな買い物をした方とか、ハイブランドなものを買った方とか、いて、使っちゃったなみたいな人もいたかもしれないんですけれども、今週はあなた自身のプレゼント運とか、いろいろおごってもらったりっていうのもあるかもしれませんし、とても素敵な買い物もできそうなんですよね。センスがいい。なのでそういう意味では交際費、あとはこうデートの費用もなんかこう楽しく使えるって感じかな。そしてもしかしたら思いがけないプレゼントとかあるかもしれないと出ているので、今週は非常にプラス、黒字傾向になるかと思います。じゃあ今から月曜日、火曜日、水曜日、木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れを深掘りしていきたいと思います。じゃあセブンデイズの流れ見ていきます。左からルノルマンカード、月火水木金土日で、下がタロットカード。今日は久しぶりにこのねグッドタロットを使っています。この組み合わせで見ていきますね。まず仕事運とか金運がね、火曜日、すっごくいいし、強運な日は火曜日もいいでしょ。水、むちゃくちゃいい。水、木、金もいいですよ。金、土、日月曜日以外ねすっごくいいかもしれない。じゃあねお伝えします。まず月曜日なんだけれども、こう少しなんていうのかな、一番のあなたが人見知りをしてしまう可能性があるかもしれません。いろいろな人がいるところに行くんだけれども、少し寂しい思いをするとか、孤独感とかそういうもの、孤独とか疎外感とか出てるので、ちょっとなんか自分からなかなか輪に入っていけなかったりとか、そういうものがあるかもしれません。月曜日はねなんとなく馴染みにくいなとか、輪に入りにくいなとか、そういうものがあるかもしれないんだけれども、火曜日の流れ以降非常にいいから、月曜日は無理に
こう中に無理に入ろうとしなくても大丈夫かな。そして火曜日がね、熊とコインの8が出てるんですけれども、ズバリ仕事のカード、上司、あとは金銭的なカードを表すんですけれども、あなたがこうコツコツと頑張ることをこう周りの人が評価してくれるとか、あとはあなたに大きなこう金銭的な喜びがあるというのが火曜日になっています。そして水曜日が大吉、太陽とコインのナイトが出ていて、もうね、太陽というのは大幸運です。そしてまたここでも仕事だったりとか、あなたがコツコツと頑張ってきたことがきちんとこう日の出を見るということになってくるので、仕事のことも恋愛のことも、あなたが今まで頑張ってきたことがようやく花開く、認められる、祝福される、そういう感じです。そして木曜日が家のカードとカップの9、はい、願いが叶うウィッシュカードが出ています。家っていうのはもうズバリ家とか結婚とか安らぎ、そういうのを表すところに願いが叶うカードが出てるので、もしかしたらプロポーズされる人とか、なんか一緒に住もうよとか、そういう話が出てくるかもしれないし、理想の物件を見つけるっていう人もいるかもしれません。非常にこう住んでらっしゃる家が非常にいい日になりそうですし、あとはあなたにとってこうご実家と連絡を取るとか、そういうのも、すごくこう心の満足度がありそうです。そして金曜日が木のカードとカップのページ、これもね、心の癒しとか恋の始まりとかなんですけれども、この日はなんか恋が芽生えたりとか、好きな人ができたりとか、あとアプローチ中の人とかこういい感じになる人もいるかもしれません。そしてこの日から付き合い始めるっていう方もいるかもしれませんので、流れ的には良さそうです。そして土曜日が、はい、これもね、同じくページ、ソードのページと星というカードが出ていて、星はあなたの願いが叶う、そこに対して嬉しい情報とか連絡が来る、なのであなたにとって合格通知が来るとか、ね、待ってた連絡がやっと来るとか、あの人からの連絡、そういう可能性がありそうです。とても幸せな日です。そして日曜日すごいですね。魚のカードと大アルカナの皇帝が出ました。まず、仕事運がね、日曜日なんだけど大吉ということと、あとこれはあの人を示すカードなんですけれども、日曜日もしデートするのであれば、あの人が主導権を握っていく方がいいかもしれませんし、この日曜日に深い関係になるとか、あの人と愛し合うとかはい、そういう感じが出てるのでとても素敵です。なんかね、流れがね、本当に火曜日からブワーって良くなる、そういう感じが出ています。じゃあ今週は恋愛のアドバイスと今週のアドバイスを見ていきたいと思います。はい、じゃあまず恋愛のアドバイスね、非常にいいカードが出ましたね。カード2枚出します。まずは、はい、恋愛のアドバイスからお伝えしていきます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、じゃあまずこれが恋愛のアドバイス。はい、1番の方、さあ、おーいいんじゃないでしょうか。もうラブラブですね。はい、ロマンチックフィーリングス。はい、そしてこれはね、仲直りね、和解のカードも出ていますし、はい、ディライト、もうね、明るい日差しが来て、もうなんか2人仲良くねいますし、もう情報がね、状況下が良くなると出てるので、なんか恋愛運はまず問題がないというか、
こう仲直りができるし、もうとってもこんなにね愛し合う2人になってるんですよね。でもしかするとあなたはこういう花、例えばプレゼントもしくは謝罪のこういうふうなお花を受け取る人もいるかもしれませんし、2人の関係がもう本当にこう明るいんですね。表裏なくきちんと話し合いができるとか、オープンに話し合えるって出てるので、仲直りのカードも出てるので、もし喧嘩してる方がいたとしても、まず大丈夫だよ、問題ないよ、素直でいていいよというふうに出ています。あとは今週のあなたへのアドバイス見てみましょう。はい、じゃあ今週のアドバイス。はい、じゃあこれがあなたへの今週のアドバイスです。はい、今週のあなたへのアドバイスなんですけれども、こう輝きをあなたがこう取り戻すことができると出ています。こう、私が見た限りはあなた自身の輝きっていうのは先週ぐらいから非常に良かったんじゃないかなって思うんですけれども、本当にこう最高潮、太陽もねいっぱい出たっていうのもあるんですけれども、今週は本当にこう曇りなくあなたが真に輝ける、なんかそういうこう最高潮みたいな形になっていくから、だから大丈夫だよってカードが言ってくれてるような気がする。もうね、運気は私は1番の方とてもとてもいいと思いますので、あなた自身が素直に明るく、そしてぜひポジティブで笑顔でいてください。そうすると今週はとてもとても幸せな1週間になるかと思います。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。はい、ルノルマンカードシャッフルしていますが、もう少しシャッフルします。はい、じゃあ開いていきます。はい、まず出たカードがお魚です。雲、木が出てますね。今2番さんの中でちょっと金銭的に不安があったりとか、仕事のこととかの悩みがあったとしても、こう解決がね、できていくような流れになるのかなと出ています。そして家、死神、ごめんなさい、鎌です。はい、あの人のカード、クローバー、星、クマが出ました。ではそれ以外のカード並べていきます。はい、それでは2番の方お待たせしております。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードがここですね。こう距離がどうのっていうよりも、この2番のあなたもあの人もこう今までがすごく辛かったのかなっていう気がするんですよね。
まずあなた自身、今も少し金銭的な悩みなのか、恋愛のことなのかっていうことで、今あなた自身がまだモヤモヤっとしているんですね。でもようやく今週、この重い雲が抜けて解決ができていくような安定した未来っていうのが出ています。そしてあなたの過去を見ていると、恋愛が一旦止まったりとか、音信不通になってしまったりっていうものが出ているので、今週以降ですね、まずあなたの流れがとっても明るくなる、希望が見えてくる、そういうふうに出ています。そしてあの人はっていうと、あの人はあの人でストレスをすごく抱えていたりとか、免疫が弱くなっていたりとか、もしかしたら事故とか病気とか、そういうものになっていた可能性があるのかもしれません。でもようやくあの人自身もいろいろな人に会ったりとか、視野が広くなったりとか、連絡を取り始めるとか、そういうふうに出てるので、この中にはあなたのことも入っているかもしれません。もしかしたらあなたとあの人しばらく会えなかったりとか、そういうことがあったかもしれないんだけれども、それはお互いにそれぞれ問題を抱えていて、恋愛に余裕がなかったのかなとか、そういうふうに思っています。そして今週の恋愛の流れなんですけれども、恋愛が一旦停止していましたって出ました。でもこれからの流れ、どちらかというとあなた主体、2番の方から素直に動く、素直になる、連絡をする、そういうことによってこの恋が動いていくのかなって感じがするんです。で、あの人のところを見ていても嬉しい連絡が来るとか、あとあの人が受け取るっていうふうに出ているので、あなたからの連絡をあの人が受け取ることによって2人の恋があなた主導で動いていく可能性があるのかもしれません。そして今週の流れなんですけれども、最初にも少しお伝えしました。金銭的な不安、仕事の悩みがしばらくあったかもしれないけれども、ようやくそれが解決の方向に向かいそうですと。そして安定するって出てるので、仕事がきちんと決まるとか、安定した企業、大きな企業、公務員とかそういう感じかもしれないんですけれども、あなたの運勢がすごく、もしかしたら取引先が大きい取引先ができるとか、そういう感じかもしれないんですけれども、とても安定感のある未来が出ているので、そういう意味では安心かもしれません。そしてここの4つのカードを見ていても、月と熊のカード、恋愛面で満たされる、そして魚のカードと鳥が出てるので、金銭的な問題の解決、仕事の話が入ってくるというふうに出てるので、恋愛も仕事もポジティブな流れにこれはね、なっていけるんじゃないかなと思っています。そしてあなたのところを見ていると、このモヤモヤっていうのがあって、もしかしたら赤ちゃんのことで悩んでいる人とか、あなたから見たら、子供のこととか年下の誰かのことで悩んでいたかもしれません。でもようやく解決ができ、あなた自身ももっと勉強しようとか、そういう感じで前向きになっていけるというふうに出ています。そして今週のあなたの仕事のこと、まずあなたがご自分で仕事をしている、
アルバイトパートの方から見ていきましょう。今まではね、確かに流れがちょっと厳しかった、なかなか進むことができなかったっていうふうに出ています。で、まだ大発展っていう感じではないんですけれども、太陽が出ているので、もう少しだけ売り上げが思ったよりも伸びなかったりとかあるかもしれないけれども、あなたには才能がしっかりあるから今のまま進んでも大丈夫なんだよというふうに出ています。そしてあなたが会社員、サラリーマンの方で見ていきますと、はい、ちょっとカードが近いんですけれども、あなた自身が、やっぱりね、年下の人とか、今年入ってきた新入社員とか、そういう風な方にちょっとジェネレーションギャップを感じたりとか悩んでいた部分があるかもしれません。でもあなた自身がしっかり勉強とか知識をつけることによって扉が開かれていくと出ています。もしかしたら今週は出張が多かったりとか、家を空けることが多かったりするかもしれないというふうには出てるんですけれども、前向きなカードが出てるので、こういうモヤモヤ、それは取れていく感じがしています。そして今週の金運なんですけれども、金運はですね、まだあなた自身が今週は次の扉を開けるようにはなりそうなんですけれども、まだ全面解決っていう風な感じにはならずに、どうなっていくのかなっていう不安はあるかもしれません。でもこうしていこうとか、こうしていくと大丈夫っていうところまではいくと思います。なので今はとにかく引き締め、あとは家計簿をしっかりつけて見直すとか、そういうことをやっていかれるといいかと思います。前向きなカードが出ているので、今からは上向きになるようです。安心してください。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方、1週間の流れ見ていきます。上がルノルマンカード、下がタロット、月曜日から日曜日までの流れです。ですね、まず月曜日いいですね。月曜日、水曜日、木曜日、大きな変化の時、大きな復活の時、そういう風に出ています。むちゃくちゃ大きいです。で、金、土、むちゃくちゃいいですね。週末とかむちゃくちゃいいです。火曜日だけかな、ちょっとモヤモヤって悩んじゃうかもしれないんだけど、水曜日以降解決ができると出ています。じゃあお伝えいたします。まず月曜日、魚のカードとソードのページが出ています。月曜日は仕事が忙しくなるかもしれません。そして金銭的に嬉しい出来事があるかもと出ています。そして火曜日が雲とバンドの4が出ているので、家庭のこととかあの人のことであなた自身がなんかモヤモヤが取れない、悩みが取れない、そういう状況になるかもしれません。でも水曜日にはその問題が解決できそうです。これは女子会カードとも呼ばれてるんですけれども、みんなで例えば飲みに行ったりとか、あの人と飲みに行ったり話すことによっていろいろな解決ができると出てるので、火曜日の悩みは水曜日には解決できるかと思います。そして木曜日むちゃくちゃ大きいです。クロスと世界が出ています。復活のカードが出ていますので、復活、愛の可能性、この時に何か再び始まる可能性、そういうものがあります。これが木曜日。そして金曜日がリングとソードのナイトが出ているので、何か連絡が来るとか、ものすごく忙しい日になるかもしれません。走り回るようなイメージです。もしかすると何かのあの人との約束ができるかもしれません。
そして土曜日すごいですね。タワーとコインの10が出ていて、これすごくお金持ちのカードが出てるんですけれども、大きなお金に恵まれるとか、金銭的に非常に豊か、大きなプレゼント、そういうものが、なんか出ています。非常に金運がいい時です。そして日曜日が鳥とカップの9、これは願いが叶うウィッシュカードです。あなたの願いが叶う、叶えたい連絡が来るというのが日曜日になっているので、幸せな日曜日になるかと思います。今週は恋愛のアドバイスも一緒に見ていきたいと思います。まず恋愛の2番のあなたへのアドバイス。はい、じゃあ恋愛のアドバイスです。はい、今まで、あなたがなんかね、待っていたのかなって気がします。今週はようやく2人でお出かけができるとか、会えるとか、そういうことが、できそうだよと、出てます。よく今までね、ここまで頑張って待つことができたなと、そういうふうに出ています。そしてあなた自身の健康を取り戻すことができるというふうにも出ていますので、早寝早起きを心がけたり、お食事もしっかりとるようにすることによって、より恋愛運がアップするというふうに出ています。流れは良さそうです。そして今週のあなたへのアドバイスです。はい、あなたへのアドバイスが、はい、じゃあこれです。はい、これが Don't Stop とリーダーシップと出ているので、やりたいことをどんどんあなた自身の手でつかめるように頑張っていきましょうと。そしてあなた自身が諦めずに、これからも前向きに行動するとか、言葉を言うとか、あの人に向かって頑張るということをこれからも続けていってくださいと。そしてやっぱり今週はあなたが動くことによって何かをつかめる、幸運をつかめる、あの人との約束をつかめる、そういう感じが出ていますので、あなたから動くことをお勧めしたいです。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。はい、ルノルマンカードシャッフルしていますが、もう少しシャッフルをしていきます。はい、お待たせしました。まずファーストカード、あの人のカードがいきなり出ました。すごいですね。いきなりあの人のカード、そして星、はい、そして雲が出ました。4枚目はキー、5枚目はライダー、花束、月、鳥、魚です。それでは残りのカードを出していきたいと思います。はい、3番の方お待たせしております。
まずあなたのカードがここ、そしてあの人のカードがファーストカードに出ています。あの人がですね、なんか今のあの人の状況を見てると、体も疲れてるし心も疲れてるし、イライラしていて余裕があんまりない、そんな感じが見えるんですね。そして今あの人自身がなんか希望を失っている、なんか自暴自棄になってるような、そういうものが見えるんです。でもあの人としてはこうしたいっていう気持ちがあるみたいなんですけれども、何て言うんでしょう、心身のバランスが取れてないというか、疲れすぎていて余裕があんまりないような、そういう理想と現実のギャップにあの人自身が悩んでるのかな、そんな感じが見えます。で、あなたはっていうとですね、見てください。これだけ明るいカードに囲まれていて、なんかもちろん寂しさとか孤独感っていうのはあったかもしれないんだけれども、あなたはあなたなりに今までも頑張ってきた、そういうふうに出ています。そしてあなたにはもうとっても大切な人がいるとか、大好きな人がいる。いつか、今はなんかね、まだ道がつながったりつながらなかったりって感じでいろいろあるんだけれども、必ず解決できるっていうことをあなたは信じている。そしてこれはね、あなたから動くのかなって感じがするんですけれども、あなたから明るく連絡をするとか、笑顔で話しかけるとか、そうすることによって約束ができるとか、付き合い始めるとか、なんかそういう重要な契約、約束、それがなんかできるような気がする。これはあの人からじゃなくてあなたからのアクションかなっていう感じがしています。決してお二人の距離があるわけではないんだけれども、あの人がなんせ余裕がなさすぎて、そういうあの人も辛いのかなっていうふうに見えました。そして恋愛のことをね見ていっても、花束の下に蛇が出ていたりするので、もしかしたら2人は複雑な恋愛かもしれませんし、ライバルがいるような、そういう関係なのかもしれない、そういうふうには出ています。でも花束もハートも2つとも恋愛の流れを見れるんですけれども、右側って未来のカード、月に木、ロマンスのカードに、ハートの横には太陽とリングだからね、未来は、この恋の未来はすごく明るいです。今はいろいろ問題があろうとも、未来の流れはすごく明るい。そしてこの未来の流れっていうのは、今週もしくは来週以降手に入る幸せなのかなっていう感じがしています。そしてそうですね、いろいろね、今週の流れを見ていても、あの人がまだなかなか動けなかったりっていうのがあって、いろいろストレスを感じてしまうこととかあるかもしれないけれども、最終的には穏やかな、安らぎがある1週間になっていくのかなって感じです。で、仕事のこととか引っ越しとか、なんかそういうあなたの環境の変化っていうのも出ているような感じです。じゃあお仕事のことから見ていきたいと思うんですけれども、あなたがご自分で仕事をしているアルバイト、パートの方から見ていきます。
今まではなかなかハードワークだったり、少し忙しかったかなって感じですね。そしてあなた自身が今大きな変化を起こさないといけないと思っている状況、何か変えなきゃとか、なんか大きな変化とかそういうものが必要と思っているみたいで、これからの流れは、変化をねきっとするんだろうと思います。方向転換とか、いろいろなあなたの目指すゴールというのが変わっていくような気がするんですけれども、あなたにはきちんと専門の知識があって、仕事がどんどんこれから安定していく、幸運期に入っていくって出てるので、一番辛いところは通り抜けているかなって感じです。もう ING 状況なので、もうそろそろ辛いところは通り抜けていく。今から少しずつ上がっていって安定の方向に行くと出ていますので、安心をしてください。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方であれば、今ね人間関係で悩んでいるみたいです。おつぼね様だったりとか、女性社員でしょうか。なんかあなたが非常にストレスを受けている、なんか嫉妬をあなたがされているとかですね、ライバル視されている可能性もあるかもしれません。でもあなた自身のいい上司に恵まれたり、上司との関係性が良くなることによってあなた自身が穏やかな精神状態を保つことができると出てるので、この上司が、あなたのことを守ってくれるような、そういう流れになりそうです。今人間関係で悩んでる人、随分といい流れ、穏やかな流れになっていくようです。やっぱり会社員の方って一番辛いのって人間関係ですよね。なのでそこが改善されそうなので良かったですね。そして今週の金運なんですけれども、今までは社交的なところにお金を使っていましたって出るんですけれども、今週はお金が少しストップするとか、あなた自身があんまり外に出なくてお金を使わなくなるというふうに出てるので、使わないからこそ貯めることができる、お金が動かないって出てるので、そういう意味ではプラス。でもいっぱい入ってくるっていう意味じゃなくって、あなたがとどめることができるよっていうのが出ているような気がしています。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に1週間の流れ深掘りしていきたいと思います。はい、それでは1週間の流れ深掘りしていきます。上がルノルマンカード、下がタロット、月曜日から日曜日までの流れを見ていきます。まずいい日をお伝えすると、月曜日いいですね。月火木日、はい、なかなかいいかと思います。そして水木土が少しストレスを感じやすい日かもしれません。じゃあまず月曜日から、フールとあの人のカードが出ました。よかった。あの人やご主人、彼ね、あなたの気になる人、ようやく元気になってくるような気がしました。あの人にはもう明るく無邪気に接してあげてください。そのあなたの明るさにご主人とかあの人は元気になる予感です。そして火曜日、はい、こちら星と
コインの6が出ています。あなたの願いが叶う日ですし、あとこの日はボランティアとか、例えば寄付とか、あなたのとか街で困ってる人を見かけた時とか、あなたに心とか体に余裕があったら、何かそういう、優しい気持ちを形にしてあげると、よりいいことが返ってくるような感じです。そして水曜日がこちら、雲とデビルが出ています。この日はあなたが何て言うのかな、少し考えすぎちゃうんですね。考えすぎてしまって、それが考えすぎてしまうことによって、例えばタバコが復活したりとか、アルコールが復活したりとか、いっぱい食べ過ぎちゃったりとか、そういう悪循環になる可能性がある。なのでこの日は考えてしまうのはいいんだけれども、考えてしまう、そしたら動こうとか歩こうとか運動しようとか掃除しようとか、そういう方面に生かすことの方がいいような感じです。考えすぎて動かないと、少しこの日はね、ネガティブなものに引っ張られる予感です。そして木曜日がネズミとコインの7が出ています。この日はいろいろなことが秋っぽくなってしまったりとかですね、なんか将来に対して漠然とした不安が出てくるかもしれません。あとはネズミだから、金銭的になんか使っちゃうとか、そういう可能性もあるので、無駄遣いを引き締めながら、なんかまずはじゃあどうしていったらいいのかなっていう目標設定をなんかする方が、あなた自身に安心感が出てくるのかなって感じです。そして金曜日がクマとカップの6、これ復縁のカードとか、あの人に再会ができるっていうカードでもありますし、ご両親とか上司とか懐かしい人との再会というのも出ています。この金曜日は、なんか懐かしい顔ぶれが揃うような、そういう感じの日かな。あとはあの人に再会できる可能性もあるかもしれません。そして土曜日が山とソードのエース。あなたが何かね、新しいことをしたいって思う。ですごく大変って分かってるんだけれども、何か頑張っていきたいっていう気持ちが出てくるみたいです。決してこれは悪いことではないんだけれども、焦らないでって感じかな。この山を乗り越えようってすることはとても素敵なんだけれども、いきなり頂上に行くことはできないので、焦らずに一歩一歩目標に向かっていく、焦りすぎないことを今日は頭に入れておくといいかもしれません。そして日曜日、実はね、このカップの9、ウィッシュカード、願いが叶うカードが1番の方から3番の方までみんなに出ました。すごいですね。このね、日曜日のカード、家のカードとカップの9なので、理想の家が見つかるとかですね、あなたが安心できる場所、そこでたくさんの幸せが訪れるとか、あなたのご実家、家デート、そういうのも幸せだよというふうに出ています。じゃあ今週は恋愛のアドバイスと今週のアドバイス2枚見ていきたいと思います。まず恋愛のアドバイス、これが恋愛のアドバイス。じゃあまずは恋愛のことから見ていきます。出たカードがなんか飲み会
ぽいカードが2枚も出てますね。そして見てください。状況はね良くなっていくからねっていう風に言っていて、こうみんなで、それもなんかね3人ずつ、こう2人っていう可能性もあるかもしれないんだけれども、なんかこうみんなで飲むとか会うとか、こうそういうところからなんか広がっていくのかなっていう感じがするんですよね。なので今週はそういう意味で出会いっていうのもありそうだし、なんかこうグループデートというか、みんなで例えばバーベキューとかね、そういう風なところからも、楽しい時間が過ごせそうという風に出ています。もし仲直りをしたいとか、そういう方はなんかこう友達に手伝ってもらってっていうのが良さそうな感じです。でもしお二人に今ね何も例えば問題がないよっていう方であっても、こういう食事の場所とか飲みの場所でやっぱりこう楽しく笑顔で過ごせるのかなと。とにかく状況がね、今週恋愛運は良くなっていくから安心してねというふうに、まず恋愛運で出ています。じゃあ今週のアドバイス見てみましょう。今週のあなたへのアドバイス。はい、じゃあこれがあなたへのアドバイスです。むちゃくちゃ明るいカードが出ましたね。オプチュニティね、もう道がブワーッと開けてる感じと、あとこのエナジー、太陽のエナジーがあなたにはある。やっぱりね、今さっきもあなたのカードの横に太陽が出てたんですけれども、やっぱりすごくあなた自身が今パワーとか元気とかそういうものがすごくあると思います。強運だし、大きな幸運、エネルギーをすごく持っている。で、あなたがこのエネルギーがあるからこそ道がどんどん開けていくよって、自分の可能性とか自分の運の強さとか、それをぜひ信じていただきたいなと。そしてあなたからやっぱり働きかけることが、これだけの強力なエネルギーがあるから、ぜひおすすめしたいなっていう感じです。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、それでは1番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきましょう。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここです。すごいですね。なんか本当にこう仲のいいご夫婦なのかなっていう、そういう感じがしています。そしてあなたのそばにもしかしたらこう義理のお母さんだったり、ご自分のお母様だったりお姉様だったり、なんかですね、あなたがちょっとストレスをこう受けてしまってるような感じがします。少しこうネガティブな気というか、そういうものがある感じがしていて、あの最近非常にこう赤ちゃんがいわゆるあなたのそばに、パパのそばにもうすごい近くまで来てくれているって出ているので、もしかしたら赤ちゃんが来たっていう知らせを受けた方、ね、いるかもしれません。そして今週も同じくむちゃくちゃ可能性が強いです。もうすぐそばにいる赤ちゃんがすぐそばにいて、もうね、いろいろなこう嬉しい知らせ、コミュニケーションのカード、幸運のカード、このライダーっていうのも新しいスタートっていう意味があるんですけれども、こういうカードがご主人のすぐ下に3枚も並んでいるので、いつ
ね、そういう嬉しい知らせが来てもおかしくないっていう感じなんですね。で、コウノトリのカード、子供のカードももうね、ここ家族になってますよね。3人家族、4人家族みたいな形になっているので、もう、はい、あなたは非常にこう宿る力というか、育てる力、そういうものもありますし、もう赤ちゃんはすぐそばに来ている、もしくはもうすでにお腹の中にいる、そういう感じがもうね出ています。なので非常にいいと思います。気になるのが、まあね、一番最初に言ったそういうあなたから見た誰か女性の存在が少しストレスになる可能性、それがね出てはいるんですね。出てはいるんだけれども、あなた自身が非常に跳ね返す力、それもあるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。あなたとご主人の関係性もとてもいいですし、もうね、赤ちゃんのカードもこんなに近くにいるしということで、今週は非常に可能性が高いということを一番の方にお伝えしたいと思います。ね、どうぞ前向きに頑張ってください。応援しております。はい、2番の方、それでは今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まず、あなたのカードがここ、ご主人のカードがここ。今までお互いにそれぞれ悩んでいたことがあるような気がします。特に2番のあなたは赤ちゃんのこと、子供のことで頭がいっぱい、それもネガティブなことをたくさん考えてしまっていたのかなって感じです。非常に辛かったかと思います。でもあなた自身が諦めなくて、こうしてみようとか、いろいろな情報を仕入れることができたりとか、いい話を聞くことができて、それによって、じゃあ次はこういうふうに頑張ってみようとか、トライしてみようとか、そういう前向きな気持ちが出てくるような感じです。そしてご主人もですね、いろいろ前向きにあなたとのことを考えてくれるというか、どっちかっていうとややご主人の方が受け身かもしれないんですけれども、でもじゃあこういうのしてみようとか、例えばこういう病院に行ってみようとか、そういうのとかいろいろ試してくれる、そういう柔軟性がある方かと思います。そしてあなたの下にはね、すぐ子供のカード、そしてコウノトリのカードも出ているので、もう赤ちゃんはかなりあなたの近いところまで来てくれています。ママのこと大好きって言ってますけどね、赤ちゃん。で、だからね、そんなにママ悩まないでねって、不安にならなくて、夜も眠れなくてね、そんな状態心配だから、その心配を払拭してねって、そんなに悩まなくて大丈夫だよっていうことを赤ちゃんは言ってくれているような気がします。今週ね、とにかく解決の方向に行く、あなたの気持ちがとても安定感がある、不安定さから安定に変わっていくような流れになるので、そうすると赤ちゃんもあなたのところに来やすいとか、あなたのお腹の中にとどまっていやすい、そういうふうに出ていますので、このね、悩みを解決ができると思いますので、そうすると気持ちをクリアにして、あとは赤ちゃんのことを待っていただければと思います。はい、これが2番の方へのメッセージです。
、3番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここです。ご主人が最近疲れすぎて余裕がなくってイライラしてるように見えるんです。でご主人としては、例えばあなたとこういう未来、なんかいい未来っていうのを描いているんだけれども、理想と現実にのギャップに悩んでしまったりとか、体が疲れすぎていてそのしたいという思うことができなかったりっていうところで、ご主人が少し、落ち込んでいる、疲れている、そういうふうに感じました。であなたはっていうと、もちろん寂しいなっていう気持ちがあったんだけれども、ご主人に対する愛情、赤ちゃんが欲しいっていう気持ち、今すごくあなたがいい気でなんか満たされているような感じです。で今のあなたは赤ちゃんを宿す力とか育てる力、そういうパワーがみなぎってる状況なので、これはね、かなりいい流れになりそうな気がします。そして子供のカードとコウノトリのカードがもうね、ご主人のカードともあなたとのカードともとても近いところにいるんですね。で赤ちゃんがまずご主人の体のこととかを心配してるんですよ。なんかパパすっごい忙しそうだけど大丈夫かなみたいな、なんかすごく心配しているし、今行かない方がいいんじゃないかっていう、なんか赤ちゃんなりに気を使っているような、そういう感じなんですね。でじゃああなたにはっていうと、深いご縁を感じていて、もしかしたらお空に帰ってしまった赤ちゃんかもしれないし、前世からのつながりがある赤ちゃんかもしれないんだけれども、すごくね、あなたとのつながりはむちゃくちゃ深い。あなたがきちんと赤ちゃんに話しかけてあげたりとか、そういうことできちんとつながってるというふうに出ているので、ご主人が、もう少ししたら状況が穏やかに余裕が出てくるのかなっていうふうに思うので、そうなった時にはね、ご主人の横に星という素敵なカード、あなたの横には太陽というカード、2つとも天体カードが出ているので、もうなんかね、いい流れにきっとなっていくのではないかと思っています。ご主人をぜひいたわってあげてください。すごくなんか悩んでいるように見えたので、この悩みとか疲れとかを取ってあげることによって、気持ちも体も随分楽になってくるのかなというふうに感じています。はい、それでは3番の方応援しております。